武田家滅亡。父信玄すら落とせなかった難攻不落の城を彼はわずか31日で陥落させた。信長をして信玄以上に手強いと震え上がらせた男、武田勝頼。しかし歴史は彼を家を滅ぼした無能と断じた。一体何が間違っていたのか。そこには単なる能力不足の一言では片付けられない武田家という組織が抱えていた闇と呪われた地の物語があった。今回は戦国史において最も誤解されている悲劇の当主武田勝頼の生涯を最新の研究を交えて紐解いていきます。彼が最後に見上げた天目山の空は一体どんな色をしていたのか。その孤独な戦いにどうぞ最後までお付き合いください。物語は彼の誕生からすでにいびつな影を落としています。勝頼は1546年武田信玄の四男として生まれました。しかし彼の母はかつて武田が滅ぼした信濃の名門諏訪氏の娘諏訪御陵琳です。武田の家臣たちにとって勝頼は主君の子であると同時にかつての敵の血を引く子でもありました。事実彼は当初武田の姓を名乗ることすら許されず、諏訪勝頼として諏訪家を継ぐことを運命づけられていたのです。彼は武田家の中で生まれた瞬間から異分子でした。しかし運命の歯車が狂い始めます。武田家の正当な後継者であった長男慶喜が謀反の疑いで拝着され自害に追い込まれたのです。次男は盲目、三男は若くして亡くなっていたため、本来なら当主になるはずのなかった四男勝頼に突如として後継者の座が転がり込んできました。ここで重要なのが近年の研究で指摘されている神代という説です。信玄は遺言でこう言い残したとされます。勝頼の子信雄が16歳になったら家督を譲れ、勝頼はそれまでのつなぎを務めよ。これは残酷な遺言でした。勝頼は正真正銘の当主ではなく、あくまで息子が成長するまでの代行者に過ぎないというのです。この曖昧な立場こそが勝頼を生涯苦しめることになります。古くから信玄に仕えてきた山形正景や馬場信春といった重臣たち、いわゆる宿老たちにとって勝頼は諏訪の血を引く若造であり、借りの主に過ぎません。亡き親方様ならこうなされたはずだ。会議のたびに繰り返される宿老たちの言葉、それは勝頼にとって呪いのように重くのしかかったことでしょう。若き勝頼の胸中には焦燥感が渦巻いていました。自分の存在を認めさせるには父信玄を超える実績を上げるしかない。この強迫観念にも似た焦りが彼を軍事的な冒険へと駆り立て、そして歴史的な栄光と破滅の両方をもたらすことになるのです。家督を継いだ勝頼は周囲の予想を裏切り、猛烈な勢いで藩土を拡大します。そのハイライトといえるのが天正2年1574年の高天神城の戦いです。遠江、現在の静岡県にあるこの城が高天神を制する者は遠江を制すると言われた要衝中の要衝。かつて父信玄も攻略を試みましたが、その堅固さに撤退を余儀なくされた因縁の城でした。天正2年1574年5月、武田勝頼は2万5,000の大軍を率いて高天神城を攻略するため遠江、現在の静岡県へ侵攻します。高天神城は標高132メートルの角王山に築かれた山城です。この城は徳川家康が遠江の守備の要としており、切り立った断崖絶壁に囲まれ自然の要塞となっていました。清朝後期にはこの城の堅固さを指して高天神城の城、堅固なることを言わん法なし、言葉にできないほど堅固だと記されています。高天神城は東西に並ぶ2つの峰を中心とした一城別格の構造を持っています。東峰、本丸川、険峻な断崖に守られた中枢部、西峰、天神山川、突き出た稜線に配された久留和郡。東峰の頂上、
周囲は絶壁で文字通り難攻不落。二の丸、西の丸の北側、守備の要所。三の丸、東峰の南側を守る。御前車、東峰の先端、防御の弱点になりやすいが視界が開けている。井戸車、城の命である金井戸を抱える重要区画。徳川家康はここに重臣小笠原信興を配置。周囲の黒人衆を含む約1000名の精鋭が立てこもりました。信玄を退けた自信が城兵たちにはみなぎっていました。武田軍の布陣を見ていきます。勝頼は力攻めを急ぎませんでした。まず城の周囲を完全に遮断する付城の構築を命じます。本陣武田勝頼、城の東側にある比嘉峰に構えました。ここからは城内が手に取るように見渡せます。馬場信春、穴山梅雪、北側の主要道を封鎖、主要街道を遮断し兵糧の流入を断つ作戦です。山形正景、掛川浜松方面からの徳川の援軍を警戒。赤備えの軍団が睨みを利かせます。内藤正豊、西側の切り立った崖側にも兵を配し心理的な圧迫を加える。紅葉軍艦によれば勝頼は城の周囲に柵を築かせ、さらに夜間にはかがり火を焚き、虫一匹逃さない徹底した包囲を敷いたとされています。逃げ道はない、助けも来ないという絶望を視覚的に植え付けたのです。勝頼の凄みは武田軍伝統の土木技術を投入した点にあります。高天神城には金井戸という水源がありましたが、勝頼は甲州の鉱山技術者を投入し、城外から水脈を断つ、あるいは水源を汚染する工作を行ったと伝えられています。高天神城は東峰と西峰に分かれた一城別格の構造でした。勝頼はまず防御が比較的薄かった東側の御前車を激しく攻撃し、城を分断、守備兵を精神的に追い詰めました。小笠原信興は徳川家康に救援を求め、家康は織田信長に泣きつきました。しかし信長は当時石山本願寺や伊勢長島一向宗との戦いで手が離せませんでした。当時の記録東大記によれば、信長がようやく援軍を出す決定をした時にはすでに勝頼の攻撃によって城内の戦意は喪失していたと記されています。勝頼はこの信長の遅れを見抜き、一気に勝負を決めました。6月17日、ついに城は降伏。信玄が成し遂げられなかった高天神城陥落が現実のものとなったのです。遠江の支配権を確立したこの瞬間、武田の領土は歴史上の最大範囲に達します。このニュースは日本中を震撼させました。織田信長は上杉謙信に送った手紙の中でこう記しています。武田四郎勝頼の若輩侮りがたし。あの信長が勝頼の才能に恐怖を感じたのです。そして武田の家中も沸き立ちました。若君は亡き信玄公を超えたかもしれん。これまで勝頼を軽視していた宿老たちもこの圧倒的な戦果の前には沈黙せざるを得ません。しかし歴史の皮肉と言うべきでしょうか。この高天神城の勝利こそが勝頼にとって終わりの始まりでした。自分は父を超えられる、攻撃こそが最大の防御である。成功体験は自信を生み、やがてそれは過信へと変わります。宿老たちの慎重論を臆病風と断じ、より積極的な攻勢に出る勝頼。その視線の先には三河の長篠城がありました。戦国のパワーバランスを一変させる悪夢がすぐそこまで迫っていたのです。天正3年1575年、運命の長篠の戦い。この戦いについては織田徳川連合軍の鉄砲隊が武田の騎馬隊を粉砕した戦いとして有名ですが、ここでは少し違った視点で見てみましょう。なぜ勝頼は数で劣るにもかかわらず決戦を挑んだのか。最新の研究では勝頼は決して無謀な突撃を命じたわけではなく、当日の天候や地形を考慮し勝機を見出していたという説もあります。しかし根本にあったのはやはり焦りでした。撤退を進言する宿老たちに対し勝頼は決戦を選びます。これは単なる戦略ミスというよりも、ここで逃げれば父の代からの家臣たちにまた侮られるという組織内部の力学が働いた結果だったのかもしれません。
結果はご存知の通り壊滅的な敗北。山形正景、馬場信春、内藤正豊といった信玄時代を支えた名将たちが次々と討ち死にしました。勝頼は優秀な手足を失い、家中の求心力は急速に低下します。しかし武田家滅亡の本当の決定打となったのは長篠の敗戦そのものではありません。その6年後、天正9年1581年に起きた第二次高天神城の戦いでの勝頼の決断でした。かつて自らの栄光の象徴であった高天神城が今度は徳川家康の大軍に包囲されたのです。城兵たちは必死に籠城し、勝頼の援軍を待ちわびました。勝頼様なら必ず助けに来てくれる。しかし勝頼は動けませんでした。長篠での消耗に加え、北条氏との同盟決裂、織田軍の圧力、四面楚歌の状況で遠く離れた高天神城へ軍を送る余力は当時の武田家には残っていなかったのです。勝頼は高天神城を見殺しにしました。城兵全員が討ち死にするという悲劇的な結末。これが戦国社会において致命的な意味を持ちました。天正10年1582年3月、織田、徳川、北条の連合軍による甲州征伐が始まります。もはや戦いと呼べるものではありませんでした。勝頼が頼みの綱として築城を進めていた新府城、未完成のこの城を自ら焼き払い、彼は逃避行の旅に出ます。目指すはかつての重臣小山田信繁の居城、岩殿城。しかし道中で衝撃の知らせが届きます。小山田信繁離反。信じていた最後の家臣にも裏切られた勝頼一行は行き場を失い天目山へと追い詰められました。付き従う者はわずか数十名。その中には北条家から嫁いできた正室北条夫人の姿もありました。彼女は実家である北条家に帰ることもできたはずですが、最後まで勝頼と運命を共にすることを選びます。紅葉軍艦には勝頼が自害する直前の様子が描かれています。彼は自分に付き従ってきた土屋正経ら若い近習たちに「お前たちは生き延びろ」と声をかけたと伝えられています。しかし彼らはそれを拒み、敵軍の中に切り込んで時間を稼ぎ、主君の最後の時間を守り抜きました。3月11日、武田勝頼、自陣。享年37。名門武田家はここに滅亡しました。武田勝頼は本当に無能だったのでしょうか。彼は外交においては北条との同盟を強化し、内政では検地を実施して両国経営の近代化を図ろうとしました。そして軍事では一時的に信玄を超える藩都を築きました。客観的な実績を見れば彼は十分に名君の資質を持っていたと言えます。彼にとっての最大の不幸は比較対象が戦国最強のカリスマ武田信玄であったこと、そして偉大すぎる父が残した古参家臣団という強固なシステムが時代の変化に対応しようとする勝頼の足かせとなってしまったことです。父のようになりたいともがき、父を超えなければならないと焦り、最後は父が作った組織に押しつぶされた男。現代社会においてもカリスマ創業者の後を継いだ2代目が古参幹部との圧力に苦しみ、組織を変革できずに失敗するケースは後を絶ちません。勝頼の苦悩は400年の時を超えて今を生きる私たちの心にも痛いほど響いてきます。天目山で最後の時を迎えた時、勝頼は父信玄の幻影からようやく解放され、一人の人間諏訪勝頼に戻れたのかもしれません。皆さんはこの悲劇の武将武田勝頼をどう評価しますか？単なる敗者か、それとも時代に抗った孤高の英雄か。ぜひコメント欄であなたのご意見を聞かせてください。